はフライパンで作れる簡単な伊達巻きを作りました。こんにちは、卵ソムリエのゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はフライパンで簡単に作れる伊達巻きを作りたいと思います。今回は丸いフライパンで作る方法をご紹介していきたいと思います。伊達巻きっていうのは縁起物だっていうのは皆さんご存知かもしれないんですけど、どんな縁起物かっていうのを簡単に説明しますと、まず1個目が学業成就です。伊達巻きってこう巻かれてるじゃないですか。その形が巻物みたいで、昔で言うと巻物って勉強する時に使われてた書物だったらしいんですよ。なので頭が良くなるとか知識がたくさん入ってくるっていう意味が込められた縁起物だそうです。もう一つはですね、子孫繁栄というね意味が込められた縁起物なんですけれども、卵っていうのは子宝を象徴する食材でもあります。なので子宝に恵まれますようにという意味が込められているそうです。こんな感じでね、おせちって一つ一つ意味があるので、結構ねいろいろ調べていくととても面白いので、ぜひ興味がある方はね調べていただくといいかなと思います。はい、ちょっとね長くなりましたが、早速フライパンで簡単に作れる方法をご紹介していきたいと思います。本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、今日の材料はこちらです。はんぺん、卵、砂糖、醤油、みりん、調理酒、蜂蜜、サラダ油です。で、今回の伊達巻きのポイントはこちら蜂蜜ですね。で、蜂蜜を入れると味に深みが出てね美味しくなります。で、ちょっとね甘い伊達巻きそんなに好きじゃないっていう方はお砂糖の量を減らしていただくといいかなと思います。はい、そしてですね、今回伊達巻きを巻くのにこちらを使って巻いていくんですけれども、こちら鬼すだれといって分かりますかね。ここの先端がトゲトゲになってます。そうすると伊達巻きはねボコボコっとした柄をつけることができます。なんですけどこちらねそんなにメジャーで売ってるものではないので、100円ショップにはお寿司を巻くような巻きすとか、あとはラップとかそちらのものを代用して巻いて使っていただけたらと思います。はい、それではまずはんぺんをカットします。適当に大体で OK です。適当な大きさにカットします。はい、こんな感じでカットします。で、めんどくさい時はもう手でちぎっちゃっても大丈夫です。で、今回はこうやってねフードプロセッサーでやっていくんですが、もしない場合はこういうポリ袋ですね、ポリ袋に入れていただいて、こうやって手でこうやって潰します。で、よく潰していただいて、でそうすると練り物っぽくなります。このぐらいになるまで潰したら、あとはこちらをざるでこしてください。そうすればミキサーなしでも作ることができます。はい、ということでこちらに戻ります。この中に卵を入れます。本当にミキサーとかあとフードプロセッサーあるともうすごく楽ちんです。伊達巻きは。伊達巻きってね結構ね卵使うんですよね。はい、こんな感じですね。調味料入れます。はい、お砂糖、醤油、調理酒、みりん、そして今回の味のポイント、蜂蜜ですね。甘い伊達巻きがねもし苦手な方はちょっとねお砂糖の量を減らすといいかなと思います。はい、そしたらこちら蓋をします。はい、あとはスイッチオンするだけです。はい、それでは攪拌します。はい、それでは開けます。はい、こんな感じになってます。サラサラっとねもうかなり液体浄化されてます。はい、そうしましたらこちらを一旦ねこしましょう。これを入れます。はい、でこの作業をするだけですごくね滑らかで美味しい伊達巻きに仕上がりますね。はい、これで OK です。はい、そうしましたらね焼いていきます。まずフライパンにサラダ油ですね。でこれを薄く伸ばします。はい、そうしましたらフライパンを温めます。フライパンが温まったらここに生地を流し入れます。で流し入れる前に火加減は弱火にしましょう。流し込みます。はい、こんな感じで流し込みます。あとは蓋をして弱火で焼き色がつくまでじっくりと焼きます。火加減はねほんとこのぐらいのすごく弱火です。でこちらフライパンの種類とか大きさによっても焼き時間が変わってくるので様子を見ながら加減してください。はい、時間が経ちました。火を止めて焼き色をね見たいと思います。でこれでね焼き色が綺麗についてれば OK です。あ、いい感じですね。はい、でね下
下は焼けてるんですけど、まだね表面が焼けていないので、軽くこっち側も焼きたいと思います。でこの時も表面もね綺麗に焼けてれば片面焼かなくて大丈夫です。もしちょっとね生焼けの時は裏返します。はい、移します。でそしたらまたね油を軽く敷いて、で伸ばします。お皿を手のひらでこうやって持ってフライパンをかぶせます。でくるっとひっくり返します。よいしょ、くるっと。はい、こんな感じですね。そうしましたら片面こちらも弱火で1分ぐらい焼きます。片面はねさっとで大丈夫です。はい、時間が経ちました。そうしましたらこちら一旦まな板に移します。こちらをねまな板に移します。はい、こんな感じですね。はい、そうしましたらですね、今回丸いフライパンを使っているので、ここの両端カットしたいと思います。まあだいたい 1.5 センチから2センチぐらいですかね。カットします。でこっちも同じぐらいですね。でカットします。こちらはね後で使いたいと思います。はい、こんな感じです。はい、そうしましたらこのすだれを上にかぶせます。でこれをひっくり返します。はい、でこの巻き始めの方に揃えましょう。ここからが巻きやすくするポイントです。ここに薄く切れ込みを入れます。そうするとね巻きやすくなります。本当にね薄くで大丈夫です。本当1ミリ2ミリぐらいの切れ込みをこうやってね、2センチ幅ぐらいに入れていきます。これやるだけですごく巻きやすくなります。本当に少しこのぐらいです。はい、それでは巻いていきます。で最初芯を作るようにここを巻き始めキュッと作ります。でこれで10秒ぐらい押さえましょう。はい、でそうしましたらこの巻いたところを指で押さえながらくるーっと巻きます。あんまりきつくしちゃうと潰れちゃうので、気持ちきつめぐらいで OK です。一巻きしたらもうあとはここの部分を奥にこう引っ張る感じですね。でコロ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 とこうやって巻いていきます。でそしたら巻き終わりが下に来たところでこれ一回開けます。で今こんな感じで巻かれてる状態です。これをまた手前に移動させて、これをまたくるくるくるーっと巻きます。はい、はい、今ねこんな感じでのの字に巻かれてます。でそうしましたら両端をこうやってねくるくるっと輪ゴムで留めます。これで OK です。でこのまま粗熱を取ってから冷蔵庫で少しね冷やします。でこちらねちょっともったいないのでこれ1センチ幅ぐらいにカットします。こんな感じです。はい、こちら切ったやつです。これにとろけるチーズをかけます。はい、こちらをレンチンします。はい、こんな感じでチーズが溶けました。でそしたら最後に青のりをかけます。はい、紅生姜をね、紅生姜もまたんでねのせて、はい、これで簡単伊達巻きのチーズおつまみの完成です。はい、ということで取り出します。巻物を解くかのようにいきます。ディディディーン。おー、いい感じ。こんな感じに仕上がってます。巻き終わりを下にして切りたいと思います。はい、それではカットします。おー、こんな感じに仕上がりました。はい、これで伊達巻きの完成です。こんな感じに仕上がってます。はい、ということで完成しました。こちらです。飾り付けする時のポイントなんですけど、右巻きになるように盛り付けするようにしてください。右巻き左巻きにもいろいろありまして、右巻きはエネルギーがこう入ってくるって言われていて、左巻きにするとエネルギーがね抜けてしまうと言われているらしく、昔ながらのねそういう言い伝えかなと思うんですけれども、飾り付けする時はのの字になるようにですね、こうやって右巻きになるように飾り付けしてください。はい、ということでいただきたいと思います。こんな感じでございます。はい、それではいただきます。伊達巻き美味しいですよね。いただきます。すっごいしっとりしてて美味しいです。ちゃんとねこしてあるので滑らかに仕上がってます。はい、そしてこちらが端っこの切れ端で作ったアレンジおつまみです。1分以上ね加熱するとチーズが結構カリッと仕上がります。いただきます。
チーズと紅生姜の相性がバッチリです。こちらもすごく簡単なのでぜひお試しください。はい、ということですごく美味しく仕上がりました。今回のポイントはですね、まず生地を作る時に関しましてはミキサーを使って攪拌しました。なんですけどミキサーがない方もいらっしゃると思いますので、そういう時はポリ袋に入れて手で揉んで、さらにそれをザルとかでこうやってこしてから卵と調味料を合わせるようにしてください。そうするとね、綺麗に作ることができます。そして今回はね、丸いフライパンで作る方法をご紹介しました。丸いフライパンってどうしても丸くなってしまうので、その角を取って巻き込みました。余った角の部分を今回はアレンジレシピにしたんですけれども、真ん中に入れてその切れ端を芯にしてこうやって巻くっていうこともできるので、ぜひねそちらも活用していただけたらと思います。今回私はね、鬼すだれっていうねちょっとトゲトゲした巻き酢を使ったんですけど、普通の100円ショップとかに売ってる巻き酢とかでも作ることができます。でさらに巻き酢がなくてもラップでねくるくるくるってやっても作れるので、あるものでね巻いていただけたらと思います。はい、そして巻く時のポイントですね。巻く時のポイントはこの内側の方に薄く1ミリか2ミリぐらいの切れ込みを入れるようにしてください。そうするとすごくね巻きやすくなります。伊達巻きって本当は白身魚とか、あとエビのすり身、そして卵を使って作るんですけれども、はんぺんを使えば簡単に作ることができるので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はフライパンで簡単に作れる伊達巻きの作り方をご紹介しました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしてるので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。